それでは前回の動画で、前回の作業ですね、水取りの方を終えましたんで、コンパウンドの方ですね、かけていきたいと思います。いつも述べてる注意点ですね、コンパウンドの、種類によって布も使い分けましょうということで、ちょうどタミヤだっけこれよく覚えてねえや、布ですね、クロス。何クロスっていうの名称も忘れたな。コンパウンド用のクロスを3種類3枚入ってるんでね、セットで、粗め、細め、セラミックコンパウンド用とこんな感じで使い分けてるんで、赤い布を使ってるときはピンクですね。ピンクの布を使ってるときは粗めですよと。水色の布を使ってるときは細めですよと。で、白い布を使ってるときはこの、セラミックコンパウンドと、これ全部終わった後の、コーティングワックスですか。それもこの白い布を使ってやってます。じゃあとりあえず磨いていきますね。まずはピンクの布から、いつもルーフからとかね、ボンネットからなんで違うとこからやってもいいような気もするんですけど、やっぱり屋根からかな。結局ね、全体に結局全体を、ラプロスの6000番から削り直しましたね。縦だか横だかって言ってたじゃないですか、擦り傷が。磨いていくとこう違う方向の傷が見えるんですよ。2000番でこう横方向で終了したと。でメラミンでこうやったと。で6000番でこう90度違う方向、前後方向にこう磨いてやると横の方向の傷ってうっすら見えるんですよ。そのうっすら見えてる横方向の傷が消えるまでこうの向きで削っていくと。で消えればね、この横方向の傷が消えれば2000番の傷は消えたってことですよね。ただいかんせん非常に見にくいことは見にくいです。あとやっぱりちょっとね、クリアが硬いんで若干その辺が研ぐのにどうしても時間がかかっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。じゃあ気を改めて、コンパウンドでね磨いていきます。ここからだな。この3方まだ結局コンパウンド終わってるのがこのてっぺんのこのルーフのこの部分だけですね。でそれ以外はもう全部削り直しましたね。でこのコンパウンドにしても同じことですよね。コンパウンドでも擦り傷はつきますから、ただそのラプロスの6000と8000で、最終的に8000番で6000番の傷を完全に消しておいてやれば残っている傷っていうのは8000番の傷ですから、その最後の傷と違う方向で違う磨き方で磨いてやって、その傷が消えていけばこの粗めコンパウンドの仕事は終わりということですよね。こう見る、光を当てて見るとやっぱり若干見にくいでしょ。見えないかな、見えないと思うんですけど、ズームにしてどうだろう。ちょっと角度が見えますかね。ほんのわずかな横方向の傷、これが残ってるとまだ前のケーマの跡が残ってるということですから、これがなくなるまで
と。でこれ今ツヤツヤに見えるのは、これはコンパウンドの含んでいる水がこう光を反射してるだけですから、これはツヤが出てきたっていうものではないです。コンパウンド自体は1回2回3回取りましたよね。まあさっきみたいなのまぶすように使ってるんですけど、これで横方向だろうが縦方向だろうがこう捨てればいいし、まあもし次の細めコンパウンドで見やすいものにしたいのであれば、ここであえて横方向にコンパウンドの擦り傷を残してやるということで、次が分かりやすいと思います。ちょっとややこしいお話ややこしいお話になっちゃってるんですけど、僕も喋っててまとまってない部分があるんで、まとまってないのに流してもあれですけど、あとこのリアゲートのね、両サイドが動くんですよ。裏側に押さえがないんで、こう隙間になってますからね、隙間。ここが動くんですよね。ここはどうにもこうにもうまく磨けない。で、どんどん磨いていて、結局ここの塗料が、ほら、もうサフェーさもなくなっちゃった。これはタッチアップするしかないですけど、タッチアップ後の仕上げでまた磨いていけば同じことが起きるんで、この細い部分だけなんとか筆で塗ってね、軽くすってそこは終わりにしたいと思います。いやー、非常に困った状態になってます。ここのリアゲートの横ですね、ピラーの取り合い何回タッチアップしてもすぐに下地が出てきてしまう。タッチアップするとね、筆ムラつくんで、当然多少は削るんですけど、あんまりは削らないですけどね、それでも出てきちゃう。今多分3回目ぐらいかな。あ、今回はうまくいきそうだ。ちょっとね、ヤスリの当てる角度をミスると、接着線のところのエッジですぐに塗料が剥がれてきちゃうんですよ。剥がれてくるっていうか薄くなっちゃうんですね。下のサフェーサーが透けて見えちゃうんで、一応タッチアップもね、今回はちょっとあれです。ちょっと角度見するとこれ危ないな。マルーンを塗って、その上からクリアを塗りましたけどね。一応あれです。アラメコンパウンドはみんなやったんですよ。ここの今の補修だけですね。これだけをやれば細めコンパウンドに移行できるんで。どこまで取ったっけそう細めのコンパウンドでね、磨いてるんですけど、粗めコンパウンド終わったら細めコンパウンドですね。でクロスは粗めで使ったやつは使わないと。もうこんなになってますからね、真っ白ですから。このカリカリが傷つけちゃうんでね、余計な傷をつけちゃうんで、
まあああいうクロスは洗濯をしなきゃダメですけど、クロス洗う時もあれですね、あれ話したっけ、お湯に洗濯用の洗剤入れて手洗いです。でちゃんとすすいで一番最後にソフターを入れると、柔軟剤ですね、一番最後に僕はパーファーを使ってますけど、あれですね、ただただ睡魔との戦いです。眠い。まあ眠い時はね休憩すりゃいいんですけどね、こう磨いていてパッと見ると前のアラメコンパウンドの最後の目が、まあ、縦なり横なり斜めなり残ってるんですけど、それとこう90度対する角度で、まず磨きますね。でそれでその前のヤスリが消えればいいんですけど、消えない場合があります。消えないってことはそのアラメコンパウンドの傷ではなく、もっと前の傷なんですよね。でまあ慣れてくるとそれが2000番の傷なのか、それともラプロスの傷なのかって見えてくるんですけど、で今磨いてきて、これ見えるかな、映るかどうかちょっと分かんないんですけど、このドアのはあまり見えないね。ちょっとここにねこう縦の傷があるんですよ。今こんな感じで細めで前後方向にこう走らせてたんですけど、なので縦の傷っていうのは残らないはずなんですけど、ここにどうだろう、何本かちっちゃな5ミリぐらいの傷がこう残っちゃってるんで、そこはこれぐらいなら見えるか見えない、多分この8000番のラプロスで消えると思います。これでやって、今のこの方向の傷とは違うのが出てれば、6000番とかね、その前のに戻すんですけど、これ多分大丈夫でしょうね。で今こうラプロスで前後方向にやったんで、そのラプロスで磨いたとこだけこうくるくるでもいいし縦でもいいし、前後方向ではない磨き方、斜めでもいいです。ラプロス8000なんで、この方向でもいいか、前後方向でもいいや。要はさっき見つけたそのちっちゃな縦傷がなくなってれば OK。消えましたね。こんな感じでこう確認をしながら、根気よく磨いていくしかないですね。耐水ペーパーにしろラプロスにしろコンパウンドにしろ、粗めまではこの十字に削っていくと、今これ細めは
こう回して、車のワックス、今どうなんだろう。昔はみんなこういう風にワックスかけてたけど、今っていうか、これもワックスも縦横をかけるパターンがやっぱりこの前の研ぎ出し一回水研ぎのところでね、車のワックスこういう磨き方をすると光の反射が綺麗に見えるみたいですよみたいな、縦横を今やってる主流なのかな、磨き方としては。でも機械で磨くときは結局この回転方向ですよね。機械の場合はかなり効率がいいんであんまり気にならないかもしれないから。はい、コンパウンド、これは特にこの染めになると研ぎ跡っていうのはあんまり残んないみたいなので、これ今この細めコンパウンドでこういう磨き方をしてるんで、縦横の傷はつかないですよね。こういう傷ですよね、ついてるとすれば。これを拭き取ってやって、縦横の線があればそれはまだもうちょっと磨かないといけないっていうどのヤスリにしてもどの段階にしても同じことですけれども、とりあえずこのバンド掛けを終わらせちゃいます。あと大したもう注意事項とかないんですよ。もうあるとすればもし線欠が出た時は戻しましょうとさっきの話ですよね。もう塗料の剥がれは出ないですから、これを終わらせてセラミックコンパウンドもやること同じなんで多分カメラ回さないと思います。このクロスが白くなるだけですね。クロスの色が変わるだけなんで、じゃあコンパウンドを終わらせてしまいますね。やらぬあれですね、僕は電動歯ブラシ、安物の電動歯ブラシですね、使ってます。普段も歯ブラシ使ってるやつですけど、さすがに先っちょは交換しますね。細めコンパウンド終わった後の、洗ったとこですね、洗ってきました。この後のセラミックコンパウンドとかは洗わなくてもいいですから、しっかり水気を取ってやって、乾かしといてもいいですけどね時間があれば乾かしといてもいいんですけど、水気を取ってやれば乾燥も早いですから。今そっちが拭いてる間にボンネットとかも乾燥したんで、セラミックコンパウンドですね。ワックスにしてもこの液状のコンパウンドにしてもよく振ってやらないとコンパウンドの粒子がそこに沈んじゃってるので、吹き上げるときに全然その滑り感が違いますよ、今までと。
でここまで来て、今この部分ですね、まだ残ってるかな。ちょっとこの辺り気になるんですよ。これですね、わかるかな。ちょっとここ磨き直した方がいいでしょう。マークしとくか、気になったところ。さっきちょっと磨いてみたんですけどね。ちっちゃな傷がちょっと残ってるんで、これだけ4箇所程度線傷があったんで、直します。他のパーツも、そういうのチェックしながらセラミックコンパウンドを入れていきます。こんな感じでつまんでやって、できるだけ少しですね、少しでいいんで、これでもし消えなければラプロスの8000を使うんですよ。多分消えると思うんですよ。いつもの倍ぐらいこのコンパウンドがけに手間がかかってると思います。でこれに、まだボディの方全然進んでないですけどね、こんな感じで進んでないんですけど、これにあれですね、このプレクサスですね、車用のコーティングワックス、自分の車でも使うんですけど、これでコーティングしちゃいます。ちょっと置いといて、乾いたら拭き上げるって感じですね。コーティングするとね、指紋が多分つきにくくなります。つかなくなるわけじゃないんで、やっぱり色かな。つかなくなるわけではないな。やっぱつくな。今までこんなにね目立たなかったんですけど、黒塗りの車って作ったことないですからね。こんなツヤです。スクラッチ傷を消していくと同時に、映り込みですね。映り込みでこう、なんて言うんだろう。こういう方向が多ければこういう筋が入っちゃうんですよ。映り込みがこうギザギザになっちゃうってことですね。でそれの修正ですね。あんまり極端には消していくこともできないんで、そういった映り込みがギザギザしてるところですね。800番のラプロスで、800番じゃないよ。8000番の、ラプロスでこう映り込みを見ながら
8000番ならばね、こう見えるじゃないですか、スタンドの明かりが。でその輪郭が比較的まっすぐになるまで削ります。ただあんまり削ればまた塗料が薄くなってしまって下地が出る可能性があるんで、そろそろ、なので、その辺はさじ加減なんですけどね、これぐらいならばいいだろうという許容範囲っていうのも必要だと思うんですよ。で、今回フィニッシャーズノートクリア使ってるじゃないですか。初めて使ったんですけどね。で硬いなっていうのがあって、で硬いのイコール、確かに傷はつきにくいかもしれないけど、研ぎ出しするってことは傷つけるってことだから傷はつきますよね。その傷を消していくのがちょっと大変。大変って言っても時間どうだろう、倍ぐらいかければ綺麗になりますけどね。やっぱりこの今やってるスクラッチ傷を消したり、歪みをできるだけですよ、取ったりっていう作業は大事だと思いますね。完全には取れないですから、電話がこんなこねくりましてるうちにまた傷つくんですよ。十中八九。今ここに1個見つけたんですけど、この辺もあれですね、自分の中の許容範囲でやっていけばいいと思いますよ。でぼちぼちいい時間になったと思うんで、本日はここまでですかね。次回はサスペンションの方とか戻りますので、あっちもほぼ組み立てがメインになってくると思います。ちょっと塗装ややこしい塗装あるかな、ちょっと。それではまた。